目指せ頂点やり込みグランプリメタルギアソリッド3スネークイーターパーフェクトスニーキング。スニーキングアクションの代表作メタルギアソリッド3。クリア後にはこのようにプレイに対してさまざまな評価が示される。今回のやり込みはプレイ時間を除いた評価の数値を全てゼロにするというものなのだ。セーブコンティニューは言うに及ばず、敵に見つかるのも敵を殺すのも重傷を負うのも回復剤を使うのも食事をするのも全てダメ。もう本当ですか？難易度は最も難しいエクストリームでニューゲームスタート。まず重要なのは敵の動きを完全に把握し隙をついて素早く行動することだ。またスタミナの減少を抑えるため装備品は最低限にし無駄を極力避け効率的に動く。敵を殺さないよう攻撃は麻酔銃を使用。研究を重ねた投稿者は驚くほどスムーズに見張りの敵兵をかわし最短距離を突き進んでいく。射撃は非常に正確。当てにくい麻酔銃で遠くから次々とヒットさせる。さらに必要なアイテムを落とす敵を割り出し効率よく回収。銃弾が飛び交いダメージの危険が大きいオセロット戦では岩陰で銃撃をかわし攻撃のタイミングを把握して的確に反撃。武器は麻酔銃。ボスのスタミナをゼロにして勝つ。長弾もうまくかわし見事に短時間で撃破。ストーリーが進むごとに敵の目をかいくぐるのが難しくなっていくが、まるで敵兵を嘲笑うかのような大胆かつ慎重な行動で監視の目を次々に突破していく。スナイパージエンド戦はマップが広くジエンドを見つけることが難しい。しかし研究の結果驚くべきスピードと正確さでジエンドに接近し背後を取る。ここで光合成でスタミナを回復できるモススーツをダッシュ。こいつはどうだ。麻酔銃を3発撃ち込んだ後に離れジエンドが逃げる方向を予測してさらに銃撃する。その後も巧みに接近しては素早い判断と予測で逃走ルートに先回りしタバコ型麻酔ガス銃で追い打ちする。そうはいかん。ライコフ少佐を捕らえるイベントでは行動を完璧に先読み。スタミナを急激に消費するが敵に見つからないスパイダーを着て移動する。消費したスタミナは続くイベントで一定値にリセットされることを利用した作戦だ。強敵ボルギン戦。攻撃パターンを把握し華麗にさばいてスタミナを削っていく。行くぞ。パターンの変化する後半戦では仮死薬を使用して仮死状態になり攻撃をかわす。死んでいたのか。油断したボルギンが後ろを向いたらすかさず蘇生薬で復活。一気に麻酔銃を撃ち込む。パートナーエヴァの運転するバイクから群がる敵兵を撃退するイベント。ここでも敵を殺さないように麻酔銃を使用。激しく動き非常に当てづらいのだが
驚くべき正確さで敵を退けていく。最終兵器シャゴホッド戦。嵐のように撃ってくる弾をシャゴホッドの周囲を回りながら回避する。隙を見てキャタピラに RPG7 を撃ち込み、ひるんだら麻酔ライフルモシンナガンでボルギンを狙撃。一瞬も気の抜けない長時間の戦闘だが、集中力を途切れさせることなく戦い、ついに勝利。エヴァと同行するイベントではスタミナ消費が激しいエヴァが足手まといになる。そのため道中の敵兵を先に排除。その後エヴァを眠らせて運び、スタミナを減らすことなく移動する。ザ・ボスとの決戦。開始直後にザ・ボスが向かってくるので CQC 返しを狙う。その後南側の倒木の陰に隠れてモシンナガンで狙い撃ちに。ザ・ボスの銃撃は倒木が防いでくれるので、姿が見えたら撃つを繰り返す。うまくパターンにはめ短時間で撃破。クリア後の評価はお見事。プレイ時間以外全てがゼロ。君こそメタルギアマスターだ。素晴らしい。